ごきげんよう。世界史の時間です。長いことローマ共和制続けてきましたが、なかなかイタリア半島統一できませんでした。しかし、今回ついにイタリア統一できるかな。はい、というわけで、おさらいです。前回どこまで領域広がったかっていうことですね。はい、こんな感じで領域広がっていたわけですが、ピンク色のところが、この辺ですね、ローマ勢力圏だったわけです。これが、こんな感じで、ピンク色のところ、この辺とか、この辺とかですね、ウンブリア人とかサビニ人とかサムニウム人が住んでいたところが勢力圏に組み込まれた。相変わらずこのオレンジ色のところですね、エトルリア人頑張っております。ただし、エトルリア人は徐々にローマ化されていくので、この頃、どれくらいまで行ったのか、例えばタルクイニアってあるよね、ここに。ちょっと見えるかな。タルクイニアってあるんだけれども、この辺りなんかは実際どうだったのかなってのは、わからなかった、結局。調べてみたけれども、リビウスなんかがローマ建国史っていうのをすごい書いてて、それが実はその大きな土台になっているんだけど、この話の。そこでも、エトルリア人の最後あたりの話って散逸してしまっていて、よくわからないみたいですね。とにかく、これくらいローマの勢力圏は大きく広がったわけです。こんな感じですね。はい。で、そのエトルリアだ。ついにとどめを刺されます。前283年のワディモ湖の戦い。これ実は2回あるんだけれども、その2回目っていうことですね。エトルリアとガリアの連合軍にローマが勝利することになります。その結果、ガリア人たちはルビコン川、後で紹介するけどね、ルビコン川より北に追い払われ、そしてエトルリア人の領域はほぼ完全に制圧されることになりました。でね、今ちょろちょろって言ってる、もうこの短い川、全長20キロぐらいしかないんですが、これはルビコン川です。現在こんな感じですね、ルビコン川。細いでしょう。せいぜい5メートルぐらいしかないんだけれども、この辺りに家屋が見えているので、この辺とかね、家屋が見えているので、これと大きさ比べてみればわかると思うけれども、現在、イタリアで最も汚い川と言われているのが、このルビコン川という小さな小川です。で、これ、後にカエサルという超有名な人が現れるんだけれども、この人がルビコン川を渡るという事件を起こします。その舞台になったのがこの川なんだけれども、それはまた後にカエサルが出てきた時にね、第1回三島政治の時ですかの話の時にまた出てきます。それはそれとして、このルビコン川、大きな意味があるわけですね。はい、もう一本。アルノ川っていうんだけれども、このルビコン川とアルノ川を結んだこんなライン、今赤のライン引いたけれども、ここより南側のイタリア半島がいわゆるイタリア本土と呼ばれて、ローマの本拠地になります。で、これからもっともっとローマって領土を広げていくんだけれども、このラインより北側の今ガリア人が住んでるところとか、例えばこっちの海の向こう側ですね、こっちの方もそうだけれども、こんな方向にまで領土はどんどん広がっていくけれども、この辺りは属州といって、いわゆる外国扱い、植民地扱いということになるわけですね。というわけで、ついにエトルリアがローマの勢力圏に入ってしまいました。長かったよね、エトルリアとの付き合いも。考えてみたらエトルリアがいなかったらローマは文明化していなかったわけだし、王世紀、いやもうロムルス・レムスの時代からのずっとの長い付き合いがあったわけなんだけれども、ついにローマに併合されることになりました。あとね、北部の方ではこのペケニア人の領域っていうところが残っています。ペケニア人に関しては、おそらくローマとは敵対していなかったので、戦うことがあんまりなかったので、独立をずっと保っていた感じかな。最終的には飲み込まれちゃうんだけどね。だからまだここは正式にローマの勢力圏には組み込まれていないということにしておきます。はい。残すはイタリア半島の南の先っぽだけということになるわけなんだけれども、締めくくりはこのピュロス戦争と言います。事の発端は前282年にローマがタレントゥムというギリシア人の植民地に宣戦布告するところから始まるんだな。じゃあなんでこんなことになったのか。はい、ちょっと南の方へと地図をずらしてみますが、はい。
この今水色で示したところ、これがいわゆるマグナグラエキア。つまりギリシア人たちがこのイタリア半島あたり、あとシチリア島ですね、あたりに入植してきて作った、コロニーですね、植民地の集まり、マグナグラエキア、大ギリシアと呼んだわけなんですが、今これがローマの勢力圏、今ここまで来ています。ナポリあたりはもう飲み込まれてしまっています。ここからさらに南へと勢力圏を広げていくわけなんだけれども、ここがタレントゥム。で、こんな感じで、こっちの方、まさにこのブーツの先っぽみたいな感じ、つま先みたいになってるところですね。カラブリアっていうところなんだけれども、こっちの方へと勢力をどんどん広げていった。んでもって、もうこの辺り重なっている、マグナグラエキアと重なっているんだけれども、この辺りがもうローマにだんだんこうおべっか使うようになっていって、ローマの兵隊なんかを駐屯させたり、そんなことまで認めているわけですね。一方、タレントゥムは以前からこのマグナグラエキアの、言えてねえな、マグナグラエキアの中でも名手的、リーダー的な存在で、ずっとこの辺りを間接的に支配していたわけですよ。そんなところにローマが入ってきたわけだから、これはタレントゥムとしても大変だということになったわけですね。ここにトゥリオイという町があります。これもギリシア人の植民地なんだけれども、ここもローマに対して、こんな感じでおべっかを使ったわけですね。で、ローマの兵隊がトゥリオイにも入ってきた。タレントゥムから見たらトゥリオイは裏切り者という感じに見えたわけです。だからこのトゥリオイを包囲して占領してしまうということになります。こんな感じだね。ローマとしてはラブコールを送ってきてくれたトゥリオイがタレントゥムに攻め込まれてしまったので、これを守るぞということで宣戦布告することになるわけです。100年前だったらいざ知らず、今となってはもうローマは強大な帝国を築いているわけです。タレントゥム単独では勝てそうにないですね。そこで援軍を要請することになります。ギリシア本土のエペイロスっていう国があったんだけど、そこの王様がピュロスって言います。で、この人が援軍として駆けつけてくれることになるわけですね。そして2年後、前280年のことです。ヘラクレアの戦いで、なんとローマ軍を打ち破ります。はい。ちょっと地図を引いてみまして、全体の位置関係かな。これをちょっと表したいので、今水色で示したところ、ここがエペイロスですね。でもって、タレントゥムとローマ、こんな位置関係です。そしてエペイロスの王様が、このピュロスという人でした。実は彼が活躍した時代っていうのは、ディアドコイ戦争真っ最中です。ディアドコイ戦争に関しては、以前、これをテーマに2本立てで動画を上げていますので、そちらの方を参照してください。実は後半戦でこのピュロス王はディアドコイ戦争の覇者になってるんですね。リュシマコスという人と共同統治でマケドニアの王になっています。ただし2年間だけ王様でいたんだけれども、リュシマコスによってマケドニアを追放されています。その後はエペイロスに戻ってまたこの国の王様を続けることになるんだけれども、この後はもっぱら傭兵家業、自分、王様なんだけれども、たくさんの兵隊を集めて、いろんなところを転戦し、戦いによって儲けていた、そんな王様になり果てるんですね。でもやっぱ軍事の天才でもあったようで、非常に活躍をしております。というわけで、ピュロス王、大軍率いてタレントゥムへとやってくるわけなんだけれども、こうしてローマと激突することになるわけですね。これがヘラクレアの戦い。なんとピュロス王、象を引き連れてやってきたわけです。その数20頭。で、ローマ人は今まで象って見たことなかったわけだよ。この巨大な生き物。で、こんなのが20頭もパオーンって言ってやってきたわけでしょ。で、これでね、ビビるわけですよ。なんだあの兵器はっていうんで。いや、それよりもね、馬がビビっちゃうわけですよ。その大声、パオーンっていうのと、ドシンドシンドシンってくるあの巨大な生き物。で、総崩れになってしまって、なんとローマは負けてしまうわけですよね。こんな感じです。いや、ピュロス王側も大変な損害、同じくらいの損害を受けたんだけれども、ローマが負けたわけだな。で、余勢を買って、そのままピュロス王、なんとローマの60キロ手前まで攻め込んできてしまいました。この辺りを略奪していきます。ピュロス王としてはね、別にローマとガチンコ勝負なんかしたいわけじゃないわけですよ。傭兵なので、雇ってくれたタレントゥムの町が、
安全を保たれればそれで仕事は終わりなわけですね。なのでローマにもうタレントムの町は攻撃しません、仲良くしますっていうことを約束してくれればそれで OK なわけですよ。いうわけで圧倒的に有利なこの状態でローマに和議を申し出ます。実際ローマに支配されていた同盟士たち、次々と裏切ってピュロス王側についています。だからローマの元老院もちょっとここで謝っちゃおうかと、和議を受け入れようかなんていう方向に傾くわけですね。だけどここでね、アッピウス・クラウディウスが出てくるわけですよ。御年60歳、もう目が見えなくなってて、実際彼は役に立たないと自分で思ったので家に引きこもっていたんだけれども、このローマのティータラク、だらしなさを見かねまして家から出てくるわけですね。弟子たちに短歌を担がせて、つまりアッピウス・クラウディウス短歌に乗せられて元老院議員までやってきたんだって。そこで元老院たちを叱り飛ばすわけですね。和平交渉というものは敵がイタリア本土から出て行ってギリシアに戻ってからするものだと。人の庭先に居座っておきながら和平もクソもないだろう、こんなものは反対するに決まっているんだ、お前たち何を血迷っていると叱り飛ばすわけです。これで形勢一気に逆転。ローマは強硬に和議を反対しました。交渉決裂です、徹底的に戦うぞということになったわけですね。というわけで翌年じゃねえな、3年後か、前279年アスクルムの戦いというのが行われるんだけれども、なんとこれでローマ再び大負けしてしまうことになります。交渉決裂だって言ってもいきなり戦争にはならないよ。とりあえず冬が来てしまったので、冬になって戦争するの嫌なので、寒いから、とりあえず準備ということでお互い一回引くわけですね。でその間にピュロス王はこっちの方、アプリア地方っていうけれども、タレントムの周辺ですよ。この辺りにあったローマの植民地とかを略奪して回ります。そして準備万端整ったところで両者激突っていうことになるんだけれども、これがアスクルムの戦いで、結論はさっきも言ったようにローマの敗北で終わってしまったわけですね。この戦いでローマ側の犠牲者、戦死者って大体6000人ぐらいだったんだって。でこれに対してピュロス側が3500人くらいだったっていうんで、倍近くローマ側が損害を被って負けたっていうことになるんだけれども、ピュロス側もギリシア本土から連れてきた幹部とか有能な将兵とかあらかた死んじゃうわけだよ、この2回の戦いで。でしかも遠征してきてるわけでしょ、海渡って。だから補給できないんですね。一方ローマ側はいくらでもわらわら出てきます。もう絶対負けないぞって誓っちゃったんで、これからもう滅びるまで戦い続けるでしょう。結局ピュロス側の方が全体で見たら損害大きすぎたわけだよ。実際勝ったんだけど全然割に合わないんですね。ここで一つことわざが生まれました。ピュロスの勝利と言います。つまり勝ったんだけれども損害が大きすぎて割に合わなかったっていうことですね。こういうのピュロスの勝利っていうらしいな。で実際ちょうどこれでこっからどうするローマとの戦い。でも次もしピュロス側が勝ったとしてもピュロスの軍隊壊滅するだろうね。ローマはいくらでも補給できるよ。ちょっとやめようかっていう、もうちょっと厭戦気分っていうんですか、もうやめようかっていう気分の方が大きくなっていった。ちょうどそんな時ですよ。シチリア島から助けてっていう援軍要請があったんですね。ピュロス王は基本的に傭兵部隊なので、お金が集まるところだったら勝敗関係なく行っちゃいます。いうわけで、ちょっとローマとの戦い割に合わないからシチリア島に行こうか。そこでカルタゴと戦うことを決めました。カルタゴついに出てきましたね。はい、どんな感じだったのか。これマグナグラエキアですよ。でこれに対して今オレンジ色で示したところ、ここ星でキラキラしているところがカルタゴ本国だけれども、オレンジ色のところですね、このコルシカ島とかサルデーニャの一部とか、あとこの北アフリカのチュニジアあたりですね、こういうところがカルタゴの本拠。本当はもっとこの画面の外側に大きく広がっているんだけれども、シチリア島の西側の先っぽのあたり、このあたりもカルタゴが領有しています。そしてシチリア島ではギリシア人とこのカルタゴ人、フェニキア人ですねとがもう350年ぐらいずっとこの領有をめぐって争っていたわけです。はい。
でね、白草っていう町があって、ここがシチリア島の、リーダーっていうのかな、中心都市になるんだけれども、実はね、ピュロス王の奥さんっていうのは、この白草の町の以前の選手、前の選手ですね、アガトクレスっていう英雄がいたんだけど、この人の娘だったわけだよ。その縁があったので、結局白草はピュロス王に助けてくれっていう援軍を求めたわけなんだけれどもね。こんな感じでカルタゴが攻めてきて白草を包囲していたので、ピュロス王が援軍に入りました。その甲斐あって、カルタゴの軍隊は白草の包囲を解いて撤退していきます。で、これを今度はピュロス王が追っかけていくことになるんだけど、これうまくいってね、カルタゴの町を次々と占領することに成功しています。あと一歩で大手っていうところまでカルタゴを追い詰めるんですね。だけどね、ここでピュロス王をやらかすんですよ。白草の町であまりにも横暴に振る舞い、なんと当時の選手を処刑するまでやっちゃうんですね。んなもんだから、その態度にギリシア人たちみんな怒りまして、お前出ていけって話になったわけですね。ピュロスを自分たちで迎え入れたくせに、援軍要請したくせに、お前やりすぎなんだ、出ていけってことになって、結局ピュロスをタレントムに帰っていくことになります。カルタゴとしては、九死に一生を得たっていうか、ギリギリここで生き残っちゃったわけですね。この遠征一体何だったんだろうということになります。でしかも、ピュロス王が白草に行っている間に、ローマ側は形勢を立て直してしまうわけですね。こうして最後の戦い、全275年のことでした。ベネベントゥムの戦いが行われ、今度こそローマが勝利します。ピュロス王はもうやってらんねえよというふうに思って自分の国エペイロスへと帰還することになるわけですね。こうしてピュロス戦争は終結します。この3年後、全272年についにタレントムが降伏する。そしてその2年後、全270年に最後までマグナグラエキアの中で最後まで抵抗していたレギウムが陥落する。レギウムってイタリア半島の本当に南の先っぽです。これが陥落して、ついにイタリア半島南部が全て征服されることになります。あとおまけっていうかね、この2年後です。さっき残っていたピケニア人だな、言いにくいね。ピケニア人の領域が半島に加わって、ついにイタリア半島統一が完成することになるわけです。はい。ベネベントゥムの戦いで、こんなはずでは。こんなはずではって感じで、ピュロス王は自分の国へと帰っていきました。はい、ついに来ますよ。イタリア半島全域を表示します。そして、このピンク色のところがローマの勢力圏。国境になるルビコン川とアルノ川、そして残されていたピケニア人の領域。はい。こんな感じでイタリア半島全土がローマの勢力圏に組み込まれました。はい、というわけでイタリア半島統一達成したわけですが、いかがでしたでしょうか。もし気に入ってくださった方はチャンネル登録忘れずにお願いします。とても励みになります。それはそれとして、ローマがイタリア半島を制圧しただけでその欲望を満足させるわけもなく、次は地中海へと進出を図っていくわけです。しかしその地中海には強大な敵カルタゴが待っているわけですね。次回からおよそ100年にわたるポエニ戦争始まります。乞うご期待。ごきげんよう。さようなら。